マーロン・ブランドは圧倒的な演技力で多くの俳優に影響を与えた伝説的存在で、20世紀を代表する俳優。彼の死亡時の純資産は1億ドルで、多くの恋愛関係や破天荒な話も数多く残した人物でした。今日はそんな彼のエピソードを30個紹介します。1941年、彼は高校の成績が悪かったため留年し、高校の廊下をバイクで走り回ったために退学になった。父親に陸軍士官学校に送られたが、そこでも演習中、上官に従わず退学処分を受けている。彼が18歳の時、姉のジョスリンを追ってニューヨークで演劇学校に入った。彼はステラ・アドラーの熱心な生徒で、彼女から演技技法を学んだ。後に彼はメソッド演技の第一人者となり、映画に自然な演技を最初に取り入れた人物と言われている。彼は当初、舞台を中心に活動し、最も有望な若手俳優と評価されるが、非行や反抗を繰り返し、監督や演出家とぶつかることが多かった。そのため、解雇されたり、自ら役を断ることも少なくなかった。そんな中、1947年、エリア・カザン監督の欲望という名の電車の舞台で、彼の演技が最高の評価を受ける。1951年、欲望という名の電車が映画化され、彼はアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた。バイセクシャルだった彼は、欲望という名の電車の舞台中、共演者のサンディ・キャンベルに夢中になった。キャンベルは脇役を演じていたが、舞台袖で一緒に立って手を握っている姿がよく見られた。ブランドは彼と性的関係を持っていたことを認めている。2018年にミュージシャンのクインシー・ジョーンズが、ブランドはリチャード・プライヤーやマーヴィン・ゲイと性的関係を持っていたと暴露している。1953年、彼は暴れ者に出演し、自身が購入したトライアンフ・サンダーバードを運転した。映画を撮影中、監督と意見が合わず、共演者のリー・マービンともぶつかっていた。この映画は当時、不必要な暴力シーンがあると批判を受け、イギリスでは14年間、上映禁止になった。しかし、10代の少年たちの反抗心を刺激し、映画はヒットし、革ジャンやバイクが爆発的に売れた。また、彼を真似た長いもみあげがブームになった。彼は自伝の中でマリリン・モンローとあるパーティーで出会い、不倫関係になり何年もの間断続的に関係を続けたこと、そして彼女が亡くなる数日前に電話があったことなどを書いている。彼は1950年代日系2世の女優、玲子佐藤と出会った。二人の恋人関係はすぐに終わったが、佐藤が亡くなるまで二人は友人であり続け、佐藤は晩年、ロサンゼルスと彼の島、テティアロアを行き来していた。ブランドは1954年に女優のリタ・モレノと出会い、恋愛関係になった。モレノは後に回想録で彼の子供を妊娠した際、ブランドが中絶手術の手配をしたと明かしている。中絶後、彼がタリタ・テリパイアと恋人関係になり、モレノは睡眠薬を過剰摂取して自殺を図ったが、一命を取り留めた。1954年の犯罪ドラマ映画、鳩場のオファーを受けた時、当初、彼は役を断っている。そして、フランク・シナトラが起用されそうになったが、最終的にプロデューサーが、ブランドを説得し、10万ドルで契約した。この映画は、批評家から絶賛され、商業的にも成功し、彼はアカデミー賞主演男優賞を受賞した。この時のオスカー像は盗まれ、ロンドンのオークションハウスで60万ドルで落札された。そしてこのオスカー像はマレーシア人の投資家からレオナルド・ディカプリオに贈られ、彼が保管していたが、この投資家が国際指名手配されたことを知ったディカプリオが米国司法省にこの像を引き渡し、現在はテキサス州の連邦倉庫に保管されている。1960年、ブランドはメキシコ系アメリカ人女優のモブイータ・カスタネダと結婚したが、彼女が最初の夫と法的にまだ結婚していたことが発覚し、1968年に結婚は無効となった。二人の間にはミコとレベッカの二人の子供がいる。1961年の西部劇、片目のジャックは当初スタンリー・キューブリックが監督する予定だったが、スタジオとの意見の相違により監督を降板したことでブランドが監督することになった。しかしキャラクターのこだわりから何度も撮り直しを重ね、撮影が大幅に遅れた。
制作費も予定の倍以上に膨れ上がったため、見かねたパラマウントが映画の指揮を執ることになり、映画の興行は惨敗、彼の悪評が広まった。1962年の戦艦バウンティ号の反乱の制作は困難で問題が多かった。特にブランドが気まぐれで問題行動をたびたび起こし、撮影が遅れ、制作費も膨れ上がった。映画は興行的に失敗し、彼の演技も酷評された。この映画により、彼のキャリアは大きなダメージを受け、トラブルメーカーの烙印を押された。バウンティ号の反乱の撮影で、彼はタヒチとその住人を愛するようになった。彼は12の島からなる環礁テティアロアを購入し、環境を汚すことなく家と村を建てた。1983年のハリケーンで多くの建物が破壊されたが、彼の死後、遺族によって高級ホテルザ・ブランドリゾートが建設され、2014年にオープンした。1964年、彼はワシントン州と先住民族であるピュアラップ族の漁業権をめぐる対立に介入した。ブランドは関係者やマスコミが見守る中、この水域で鮭を捕獲し、公衆の面前で逮捕された。10年後、地方裁判所の判事は、州が部族の漁業権を侵害したとの判決を下した。この事件の現場は、後にピュアラップ族から敬意と感謝を込めて、ブランドズランディングと改名された。3人の女性と結婚し、5人の子供がいるが、他の女性や不倫でできた子供、養子を入れると、最低でも11人の子供がいると言われている。1960年代、トラブルメーカーの烙印を押された彼は、金のために才能に見合わない映画の役を引き受け始めた。そして、ユニバーサル・スタジオと5本の映画契約を結んだが、すべて興行的に失敗した。その中には、1967年のチャップリン最後の監督作品、伯爵夫人もあり、憧れの監督、チャップリンとの仕事を楽しみにしていたが、それは失望になった。この頃の彼は、俳優としての衰退を認めている。公民権運動を支持していた彼は、キング牧師の、私には夢がある、で有名な演説の間、チャールトン・フェストンやシドニー・ポワチエラと共に、その壇上にいた。1968年のキング牧師の暗殺事件の後も、彼はキング牧師の活動を支援した。1972年のゴッドファーザーで、ビトー・コルレオーネを演じた彼は、キャリアを復活させた。彼は、この映画で2度目のアカデミー賞主演男優賞を受賞しているが、彼は授賞式に出席せず、代わりに女優のサシーン・リトル・フェザーにインディアンの衣装を着せてオスカーを辞退させた。受賞を辞退するのは映画産業によるインディアンの扱いや彼らに対する政府への抗議だと発表した。1973年彼はサウスダコタ州パインリッチ保留地でインディアンの集団と軍隊が睨み合う中、インディアンたちと一緒に抗議活動を行っていたが、突如戦闘が始まり、銃弾が飛び交う中、命がけでその場から脱出している。1973年、ブランドの親友だったウォーリー・コックスが亡くなった。彼がまだ6歳の時、家族はイリノイ州エバンストンに引っ越した。そして小学校でコックスと友人になり、40年以上も友人関係を続けていた。ブランドはあるジャーナリストにコックスが女性だったら、私は彼と結婚して、その後ずっと幸せに暮らしていただろうと語っている。コックスが亡くなった後、彼はコックスの家族に頼み、かつて一緒によく訪れたハイキングスポットに、コックスの位牌を巻く許可を求め、家族も了承した。しかし、ブランドは位牌を巻かずに、彼のクローゼットに隠し、しばしばコックスと話をしている、と彼自身がインタビューで語っている。2004年にブランドが亡くなった時、彼の位牌はコックスの位牌と一緒に埋葬されている。1973年、ニューヨークでテレビの収録後、番組の司会者と食事に出かけた彼を、パパラッチのロン・ガレラが写真を撮り続けていたことに怒った彼は、ガレラの顔面を殴りつけた。この件で彼は$4万の示談金を支払い、その後もガレラはブランドを追いかけた。1978年、スーパーマンでスーパーマンの父、ジョエルを演じた彼は、この小さな役に多額の報酬が支払われること、事前に台本を読む必要がないこと、自分のセリフをカンペで表示されることを条件に、この役を引き受けた。彼には2週間の出演料として$370万が支払われた。ちなみに主役のクリストファー・リーブの出演料は25万だった。
この時使用しなかった彼のシーンをスーパーマン2で使おうとした時、ブランドは同額の出演料を要求したため、スタジオはそのシーンの使用を断念した。1979年、彼はコッポラ監督のベトナム戦争を描いた大作、地獄の黙示録でカーツ大佐役を演じた。この映画の制作は伝説になるほどのトラブル続きで、その中の一つにブランドの問題があった。彼は太った状態で現場に現れ、依頼していた原作と脚本も読んでこなかった。撮影現場ではコッポラと役柄について話し合い、セリフの多くは彼のアドリブに任せた。結果、狂った軍人を演じたブランドは、批評家から映画と共に絶賛された。彼はセリフを暗記するのを嫌がったと伝えられている。これには演技の即興性が損なわれる説と、単純に覚えられなかった説がある。セリフを覚えなくても仕事をするために、ブランドは視界に入る、セットのあちこちにカンペを貼っていた。ゴッドファーザーでは、ロバート・デュバルにもカンペを貼り、スーパーマンでは赤ちゃんのおむつにまでカンペを貼った。これらのことから単純にセリフが覚えられなかった説が有力と思われる。1990年5月16日の夜、ブランドが書斎でテレビを見ていた時、銃声を聞いた。彼は撃たれた男性を必死に救助しようとしたが、手遅れだった。死亡した男性は26歳のタグ・ドロレットで、ブランドの娘、シャイアンのボーイフレンドだった。そして、撃った犯人は息子クリスチャンという事実を知った。クリスチャンは妹がドロレットに殴られたと聞かされ、酔った勢いで彼を撃った。後にシャイアンが殴られたのは嘘だったことが判明し、彼の息子は5年の刑期を務め、精神を病んだ娘は5年後に首を吊って自殺した。1995年、彼はドンパンでジョニー・デップと共演した。共演した後も彼らは性的関係のない友情を保ち、ブランドがデップに演技指導することもあった。デップは彼の指導により主演を務めるプレッシャーから解放されたと述べている。彼の息子、ミコはマイケル・ジャクソンのボディーガードを何年も務めた関係から、晩年のブランド自身もマイケルと友人関係になった。ブランドは彼のネバーランドを定期的に訪れ、訪問するたびに何週間もそこで休養していた。また2001年にはマイケルの30周年記念コンサートに参加し、ミュージックビデオ、ユーロックマイワールドにも出演した。1990年代、彼の体重は140キロを超え、糖尿病を患っていた。2000年代には肝臓がんも患っていた。死の直前、酸素マスクを装着して呼吸する必要があったにもかかわらず、2006年発売のプレイステーション2のゲームソフト、ゴッドファーザー・ザ・ゲームで、ビトー・コルレオーネ役として声を録音する仕事を引き受けた。しかし、体調不良のため、セリフを1行しか録音できず、彼のセリフは映画から録音されたり、彼に似た性質の俳優が雇われた。唯一録音されたセリフは、彼に敬意を表し、最終的なゲームに取り入れられた。彼は死亡後も高額の報酬を得ている人物の一人としてランクされており、様々なライセンス契約やロイヤリティから現在も収入を得ていると言われている。今日はマーロン・ブランドに関するエピソードを紹介してきました。よかったらいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。また次回もお楽しみに。